家勾配すごい。いや、見ても出てすごいですね。カルボグループですから。はい、今日はですね、私がまだ1000人登録も、達成していない頃からのコメントね、ずーっとくださる、ハンドル名、哲也なぎさんいうことで、ちょっとオリエントパールの方ね、プレートガレラの方来られて、オリエントパール宿泊されてまして、今日はちょっと違うんで場所なんですけど、このタイミングでね、お会いしないとね、もうなかなか難しいんでね、無理やりというかアポ取りまして来させていただきました。哲也なぎさんですということで、はじめまして、よろしくお願いします。でちょっと先の話戻るんですけど、いろいろと YouTuber にも会われてるんですね。そうなんですね。パラワンの誠さんから、リオチャンネルね、あとアンクルトムさん、グッドワイフ、はい。で、私、今回ね、あと一人がどなた？ちょっと忘れちゃった。エドさんにも会いたいなと思ってます。エドチャンネルのね、マニラいると思いますよ。マニラいるでしょうね。僕もお会いしたことないですけど、フィリピン YouTuber に会うのをちょっと楽しみにしてます。もうほんま1000人に行く前からね、コメントいろいろくださったりして、ですごい印象が残ってて、僕一番印象残ってるのはロックダウン中で入出国するってもう永住権保持者しかダメでしたから。そうですね。ほんで僕がちょうどこう入国して隔離の時に哲也なぎさんは私もあと何日ですとかね、こういったやり取りしたかなと思うんですけど、それがすごい残ってますわ。僕交代日じゃないからちょっと SRR 日だったんでちょっと遅かったんですよね。退職日だからあれ結婚ビザクォータービザが一番でちょっと遅れて退職ビザやったんですね。ちょっと遅れて退職ビザね、入れるのは。で普通の一般旅行者は、2022年か。22年ですね。22年の我々が21年の6月からなんですね。だからもうそれですごい記憶残ってて、それでなんか日本でもその時は仕事あって展示会の仕事とか言われてたからね、仕事されてて、でこちらでもちょっとビジネスをされてる、ビジネスですかね。日本でやってたのは DMCI の、日本のエージェントが、こちらで日本の担当されてる方が、日本の方で何ですか、販売店を起こしてて、その販売店の、自分のコンドミニアムも彼から買ったんですけど、彼が私のキャリアを見て、で日本で私賃貸事業をやってたんで、それとエアビーもやってたんですよ。何？エアビー、民泊ですね。そうなんですか。それやってて、現役時代ずっとそれでその業界いろいろ商社じゃない。現役時代はエンジニアでした。エンジニア。でもなんで英語話せるんですか？外資に勤めてました。外資企業のそこのエンジニア。もともと自動車系の国内の部品会社を勤めてたんですよ。部品会社の設計やってたんですよ。設計を。でそれから外資に転職して、それが2000年です。2000年でこれからあの時ちょうど45だったかな。もう将来見えてるじゃないですか。面白いことをしないと、こんな会社にずっとなんか親方日の丸みたいに勤めとったって人生一時つまらんなと思って、で外資に転職したんですよ。外資に行った日からここは大変なところに来たなと。その前は部品で外資も同じです。同じ関係の同じ技術をずっとやれたんで、僕都合ね結局7社行ってます。
ああ、そうですか、すごいですね。人生で7社も行ったから、人間と日本人としてはものすごくいや、すごいと思いますよ。その時代に7社、今やからこそこう転職なんかが普通になりましたけど、その頃って転職するのはどうやみたいな雰囲気のある国でしたからね、日本自体が。でだから45で転職したんですよ。まあそれまでに3社でしたけど、だからね、日本でね、住友系と三菱系と両方いけたんですよ。だからカルチャーをすごい、ほんまやね、全然カルチャーが違うなというのが学ばしてもらって、で外資は外資でちょっとドイツの会社とアメリカの会社2社3つ行ったんですよ。はあ、アメリカ2社、ドイツと、完璧ですよ。だからまあ結構楽しかったです。一番楽しかったのは結局その2000年にミレニアムチャレンジで転職したんですけど、そこからが一番楽しかったです。45からですね、60で定年するまで、ラスト15年。ラスト15年で、一番肝心な企業は今お年を聞いてよ。今69です。69だ。カルボ先輩より2つ上だ。だからうちの奥さんびっくりしてた。でもめっちゃ若く見えますね。肌から何からこの辺の肌からも食べ物です。食べ物ですか、やっぱり。You are what you eat。あなたは自分の食べたものでできているという、これも基本なんですけど、全然分かってない人が多くて、食べ物何かお腹いっぱいになったらいいみたいな、そういう人多いじゃないですか。やっぱり僕思いました。僕が肝臓を取り除いた時にね、いろいろアドバイスくださって、僕大変その時にアドバイスくださったから、僕あれバーでなるほどな、これ GMO 食品はダメやとか、なんとかこういうのはダメやとか。結局開けても調べよったらほとんど食い物だいぶなくなってきますよね。かなり限られますよね。食べていけないものを取らないことの方が大事なんですよね。食べるべきものをなんていうか、良いものを食べたら良くなると思ってる人多いんですけど、そうじゃないんですよね。食べてはいけないものを食べない。できるだけ避けるべき。できるだけ避けるべき。いや、その方が大事なるほどな思って。ちょうど一番その心に響く時ですよ。この入院して。いや、僕血液検査したら全部クリアです。マジですか。もう肝臓数値悪いんですよ。なんか肌のツヤが違いますよね。そうですか。69歳とは思えない。だって普通カルボ先輩でも日焼けのせいかもうちょっとしわしわしそうな気するんですけど、全然そんなことないですよね。しわがないでしょ。もう僕のこの55歳と変わらないみたいな。人間って細胞が30兆から70兆ぐらいあるって言われてるんですけど、その細胞一つ一つは入れ替わりますからね。だから食べ物をコロッと変えてしまったらすぐには効果ないんですよ。でも6ヶ月ぐらいして細胞が入れ替わると良くなるんですよね。だから皮膚見たら内臓が分かるんですよね。内臓の状態が。なるほど。だからそのほんでこうお医者さんが視野ありますもんね。お医者さんが外見でその人の状態をチェックするっていうのはそこから来てるんだなと思う。僕まだちょっとまだ55やからあれなんですね。55だったらだから同じナギーさんと同じ69でこれが維持できときゃええんですから、ね。そうですね。ちょっと話戻りますけど DMCI の仕事も代理店みたいな宣伝みたいななんていうか一応顧問というかDMCI の顧問の仕事をされながら、カウンセラーみたいな形でほんで日本でその不動産を紹介するときにその時の展示会にちょっと行ってサポートをほんで展示会の仕事を言われて結局ね、営業の人ってね営業トークしか知らないんですよ。だから現実の What if みたいなことは全然対応できないんで、
じゃあ実際どうなのっていう話、細かい突っ込んだ話になると彼らはできない。それはもう引退されてから60何歳ぐらいから DMCI は今の外資を辞められて、ね、65そのぐらいから数年前ぐらいですね。誰かに3年か4年たまたま出会った DMCI の方とはいそうですね。なって、英語はもともともう若い頃からだから外資外資でね、はい、外資で何ですか、ほな外資のその15年間で大体そうですね、外資の15年間で、全然うまいです。あれをやってたんで、プロジェクトマネージャー PM やってたんで、これやるとね、一つのこの中の CEO にね、はいはい、電話会議でテレビ会議でね、自分のプロジェクトについて現状を説明しないといけない。めっちゃこう難しい英語も全部あれ分からんとね。当時はまだできましたけど、今はもう全然錆びついちゃってますけどね、単語は出てこないんで。いやもうあれ難しいですで、フィリピンはどんないつ頃からの関わりになるんですか。もともとは私なんで外資に勤めたかというと、海外にタダで行けるじゃないですか。旅行が好きなんで、タダで海外に行けて、おまけにアロワンス手当もらえると、出張はね、海外出張それですからね。それを期待して変わったんですけど、もうものの見事20カ国ぐらい行けましたね。そうです、はい、全部お小遣いもらいながら、だから楽しい人生だったなと。なるほど。ほんでたまたま出張でも来たフィリピンもがなとこうなったわけですか。フィリピンはね、出張先なかったんですよ。なかったんですけど、海外アジア、不動産も外資に勤めながらやってたんで、日本で。それは賃貸経営やってたんですよ。自分でどっかマンション買って賃貸経営してたんですよ。でそれで日本はもう少子高齢化で、今後ここにいくら、ね、やってもレッドオーシャンのビジネスになるじゃないですか。こんなレッドオーシャンの国でビジネスやってたってダメだわと思って、東京オリンピックが決まってスパッと全部売っ払って、でフィリピンを選んできたんですけど、フィリピンは実は今まで1回も来たことなかったんです。2014年に初めてフィリピンに来たんです。でその時に、その時までにアセスメントして、アジアの国は大体分かってたんで、問題はアジアの国は英語が使えない、ほとんどの国が。それと、ちょっと距離が遠い、日本から遠い。それと何ですか、環境、ビジネス的に英語が使いにくい環境なんですよね。ドキュメントとかああいうのが。だからフィリピンはアメリカが統治してた関係があって、アメリカのやり方なんですよね。で日本人はアメリカのやり方比較的分かるんで、私の場合外資に勤めてたからそれがよく分かってたんで、だからフィリピンが政治的にも民主主義国家ですし、だからベトナムとか中国なんかちょっと排除ですよね。絶対ダメですよね。何があるかわからないカントリーリスクが。であとは宗教的にもキリスト教が一番安心できるかなと。全然経路が違わないですからね。イスラムとかよりもね、イスラムとかね、仏教もちょっとわからないところあるんで。それと、当然アジアの国はもうほとんどそうなんですけど、人口がピラミッド型でどんどん増えると、これならもうフィリピン一択でしょうと思って、ほんで来られて、で最初に2014年にフィリピンに来て、であちこち探したんですよ。7カ所ぐらい、7社ぐらい見て回りましたね。SMDC やら DMCI やらなんかいろいろありますよね。ありますよね。そこの物件いろいろ見て回って、でやっぱり DMCA が一番いけそうかなと思って。で DMCI 高速道路あんな仕事もやってるし、株価めっちゃ上がって配当いいんですよ。DMCI めちゃめちゃいいんです。DMCI は実はまだ株は買ってないんですよ。DMCI ほんまいい。株を買うのは、
来年の、恐慌が起きてからかなと思ってるんですよね。来年にアメリカの今経済がこうやばいじゃないですか。あれいずれ大恐慌を起こしますから、大恐慌が起こった時になるほど、フィリピンも絶対引っ張られますから、絶対そうなりますよね。その時に買おうと思って今からペソを貯めてます。それなんかすごい予言というか予想というか、もうすごいね。一応ね、私金融関係やってるので、金融については結構詳しいんですよ。今も待ってる間 FX やってました。そうなんですか。FX リスク高ないですか、あれこうやり取り。リスクは高いんですけど、株よりもあれと一緒で取り扱い方を知らなかったらそれはリスクは高いです。知ってたら、結局狂犬と一緒ですから、犬の取り扱い方を知ってたらその人にはリスクはないですよね。知らないでこうやるから噛みつかれるから。いやでも僕まだ株の方が簡単かな。もう持っててずもう売らずにずーっと、ほんで配当をちょっとメインでね、安い時に買って高い時に売れっていう。ほんで僕コロナの時に大分ダッて買って、それが今結構いい結果、ほんでプラス配当もあるんで、ほんでこっちに投資されて、こっちで今度バーって買われて、そうですね。でそれを賃貸で貸してると。DMCI のいいところはリゾートタイプなんですよね。でなんか空間が広いんですよ。広い空間でこう、どこの DMCI コンセプト一緒で、ほんまシティリゾートでね、プールはええし、こう南国いう感じでね、立地もいいんですよね。だからそうですね、ええとこね。こっち買っても絶対下がりませんもんね。そうですね。なんか今まで価格が下がったということが1回もないらしい。日本はもう日本だけなんで下がるんやろうな思って。だってアメリカにしてもイギリスにしても何百年経ってる、何百年はないけど100年ぐらい経っとんでもまだ高ないんですよ。そうですよね。日本だけなんでかなニーズがないというか、やっぱり需要と供給の関係なんですよね。多分価値分かってへんのちゃうかな思いながら、車にしたって10年でも価値ゼロですもんね、日本は。海外なんか普通にも値段下がりません。そうですね。フィリピンなんか新車と同じ値段で売られてますもんね。こんな高いの。だから日本がちょっとおかしいんかな思いながら。そうやね。前ちょっとお聞きしたら、フィリピンはフィリピンだけの収入で食べられてやられてるんですね。そうですね。フィリピンはフィリピンだけです。日本は年金もらってますし、完璧ですね。一応会社からいくらか利益も取ってますし、収入も取ってますから。完璧ですね。いやいや、もう小銭でなんとか生きてるみたいな。だって2014年ってもう一番フィリピンもあれですよ、これから来るかなって、うちも2012年に会社作って、それまではこう代理店とやり取りしとったんですけど、これは来るなと思って、でやっぱりもうそこからバーって切らしましたもんね。飛行機の客層も変わりましたしね、その辺で僕もちょっとこれ来るなと思って。当時マカティのね、スタジオが2.5ミリオンぐらいです。めっちゃ安いですよね。2ベッドルームで5ミリオンぐらい。めちゃめちゃ安いですよね。5. いくらかそれ今めちゃめちゃ上がってるでしょ。何倍も。2倍以上になってる。2倍になってるでしょ。2倍超えてます。はあ。それやな。その頃ね。次のチャンスは来年以降の大恐慌。来年の大恐慌。アメリカの経済が今どんどん銀行もちょっと3月に破綻したでしょ。あれまだまだこれから破綻しますからね。証券会社も結構破綻してますし、ね。ペソ持っとって大丈夫ですかね。ペソは大丈夫でしょう。はい。そうか。アジア通貨為替はどうなるかは別にして、フィリピンでペソ持っててペソで買うんやったら大丈夫ですよね。アジア通貨危機の時でフィリピンのペソって通貨危機になりませんでしたからね。そうかそうですね。OFW が世界中からせっせとお金を送ってくるから、フィリピンはペソ安にできなかったですね。ドルあんまり持たん方がええんかもしれない。どうなんですね。ドルはね、なんか今世界であるじゃないですか。共通通貨みたいな話出てるじゃないですか。
あれって何が元かというと、ドルが基軸通貨であるドルが、ポシャった時に結局なぜポシャるかと言ったら、もう何ですか、経済以上の通貨を発行しすぎたら、デッドマネー、デッドベーシスマネーシステムっていうかな。銀行は結局信用だけでお金出してるじゃないですか。信用だけで100ドルを200ドルにして人に貸してるわけじゃないですか。でそれが行き過ぎてるともう経済が破綻しちゃうんですよね。中国もだからやばいじゃないですか。中国はもう何京もう超を超えちゃってるんですよね。何京の借金になってるレベルの借金が。そうなんです。だからそうなった時にも強いのはやっぱり金銀パラ、プラチナ。ちなみに金銀持たれてるんです、なんぼかは。金銀は買ってますよ。ちょこちょこ買ってますよ。どんどん値上がりするからね。すごい。買うたびに値上がりしていって。ドルはドルでなんぼか持たれてる。だから外貨としてはドルとペソも持たれてる。いや、外貨ドルは持ってないです。ほなペソと円と。ペソと円です。ペソとドルって比例しますからね。結構ね。そうですよ。もう今日が140何ぼなったかな、2円ぐらいになったかな。142円ぐらいになりましたね。もうちょっと1週間前、いやもう日本に送金しようもでドルにね変えてね、150円で送ろうかな思っとったらボーンって下がって148円146円で、あれ待ってたら上がるかな思ったらもう逆にマジで142円になって、うわこれ王道やな思って。多分今日からまた上がり始めると思います。そうですか。今週終わって来週あたりからまたあれですか、上がり始めると思います。上がるというかドル高の方に動くと思います。ほなもうちょっと待っとってくれ。ただし今はもう下落方向なんで、上がってもまた下がるか。また下がります。なるほどなるほど。で上がって下がってでどんどん下がっていく感じで、もう来年には130円台になってきますからね。ちょっとそれめちゃめちゃいい参考ですマジで参考。いや50万ドルぐらい送らんとあかんな思っとったんですよ。で150円で送ろう思っとったんが今もう108円でしょ。8円の50万ドルって400万円ですもん。400万円損や思って今日ねうわー思ってどないしよう思いよったの。いやもうこんななんぼでもこんな話できますね聞けますね質問で。いや FX やってるとすごいですね。世界のねお金の流れはねじーっと見てるんですよ。世界のお金の流れというか今後世界がどうなるかっていうのを今見てるんですよね。FX でやっぱり利益も出てるわけですか。儲かってるわけですか。それはもう当然それドーンってでかいのもあるし、今会社の仕事はさっき言った DMCI の顧問と FX トレードを本業にしてますからほんで今度もカシーノ、日本は年金も入ってきのそうですね。財布は多い方がいいですからね。いやそうです。いや僕は株とで会社の収入はありますけどね、会社のやつはあります。それを除けたら株の配当ですよね。売ったらその時は配当なくなるから、配当とそうやね、今度は何も貸してないし、あとは金利をちょろっとペソ金利いいでしょ。ペソのそうですね。ペソの金利いいですよね。定期いいから。僕も株は日本で昔やってましたけど、大損して最初の若い頃は1500万ぐらい損したかな。でもそれを取り返して小泉改革でわーっと上がった時にある時年間で2000万ぐらい取ったから1500万の損を取り返してなおかつ2000万取って税金に2000万計上したら税務署の人がえって顔してましたすごいですね。でそれでもうスパッてやめたんです。それで株は向いてないわ、いちいち毎日ヒヤヒヤせないかんからと思って。僕はそれ短期のトレードやったらね、僕も株は楽やな思うはもう
例えばもう絶対持って僕トヨタなんか持ってるんでもう絶対大丈夫や思ってますから。そりゃそうですね。安い時にある程度安いな思った時買ってまた置いときゃええわ思って。そうですね。でトヨタで4%ぐらいつくしね、配当もね3%、4%つくんで。資金のある人はそれができるんですよね。もうそんな考え方。そんな株楽やわ。逆で FX やその短期の株のトレードなんかやったらずーっと見とかんとあかんから。ほんな朝9時から始まったちょっと気になるからどないやろうとかって見てしまうしね。昔ちょっとだから僕は株をやめて不動産に移って、不動産は全部、損は1回もしなかったですね。そうですか。まあ30ぐらいしか売買してませんけど、すごいね。でも個人で30不動産を売買したっていうのはそうそうないでしょう。すごいと思いますよ、そんな。それフィリピンのいや全部日本です。日本で。日本で。だから日本で不動産売買して。ちょうど下り坂になりかけてた頃でしたからね。だからそれで1回も損しなかったのはまあまあ大成功したかなと。だって仕事を退職されてもまだなおそうやってアドバイザー顧問から FX からね不動産投資から収入が得てでそこにプラス年金が入ってくるね。いやまあすごい。いやほんますごい。大したことはないですけどね。まさかボケないで。まさかこのフィリピンでお会いする方にそんなすごい方が。いやいやそんなことないですよ。そのナギーさんからあんな昔からコメントいただいてたとはもう。まあボケない程度にやってます。いやもうすごい。いや大体その僕が今までお会いしてきた方とかこんなんも友達も含めて。ほぼピン中ですよね。ピン中言うたらもうやっぱりそのマナティやマカティで遊びも目的にしながら、南国を楽しみ海を楽しんで、夜も楽しみそんなんでしたけどちょっと全然ちゃいますね。全くちゃいますね。でも今だから僕は奥さんと一緒にフィリピンをあちこち連れて回ってます。すごい。一人でいた時はどこも行く気がしないじゃないですか。全然モチベーションも湧かない。でもまあ結婚してからは今はあちこち連れてすごい楽しんでます。ちょっとあともう個人的にまたメールもしますわ。ちょっと為替どないですかみたいな今後の動向を言うて銀行からのメールなんか来ますけど僕あんまり信用見てませんもん。もう彼らはねポジショントークしますからね。今後の為替の動向とかって必ず定期的にメール送ってきますけど、こんなん見てもしゃあない思って見てませんからね。為替だけをあんまり議論してもしょうがないかなと思っとったんですけどなんかそのナギーさんのお話聞いたらなるほどちょっと待った方がええな。為替は結局金利差で動きますからね。今アメリカの10年国債が下がってきてるんですね、金利が。で日本は上げるぞみたいな感じ。ようやくなんですか YCC イールドカーブコントロールやってたのをやめようかになってきて、だからそれで下がったんですよ。なるほど。ドル円ほな逆に円高方向下がったんですよ。ドル持ってる方は今のうちに円を買った方がいいわけですからね。そういうふうになりますよね。ドルでドーンとほんでこうなってくるね。そうですね。今もそうやってナギーさんみたいに読まれてる人は今のうちは円買っとこうかとこう動くから円も強くなってくると。そうですね。だからアメリカのなんですかパウエル議長ですかが昨日の晩そうですよ。あったんですよステートメントがで金利は一応今のままですけど将来的にはそんなこと言うから一気に動いてももうえらい目ですわ。いや言わなくてももうそれを見越してましたからね。そうですか。見越してました下がってきてましたからね。将来を見て動きますから株でも FX でも。いやちょっとインタビューが株や為替の外貨の話なんでこういうのもなかなか。いや僕も将来の世界の動きがどうなるのかなということにものすごく興味があるんで、世界共通通貨みたいなことを言い出してますし、また、グローバリストがこのまま力を持ち続けるのかどうか、そこのところが一番興味がありますね。
今日本で自民党がやられてるじゃないですか。自民党はアメリカの家来ですから、グローバリストですからね。だからアメリカが来年、トランプ大統領が復権したら、日本は全部また同じように変わっていくかなと思って。だから世界を見ていると、世界の動きを見てると、為替とか株とかの流れも見えてきますから、それが大事ですね。で僕も昔はね、こんなもん長反博打やなぐらいに思ってたんですけど、いやいやそんなことないんですよね。ちゃんと訳あって動いてますからね。その訳をデータから見つけ出さないといけないですね。ほんで今はまあフィリピンの家と日本の家とこう行き来されてるんですか。そうですね。もう1ヶ月ごとぐらい。いえ、フィリピンがほとんどです。日本は4ヶ月ぐらいで、フィリピンに8ヶ月。で日本は2ヶ月と1ヶ月と1ヶ月3回ですね。都合4ヶ月。6ヶ月以上こっちにいないと。日本の住所を抜いて税金払ってませんから。なるほどなるほど。それはええんですか、それは。全然構いませんよ。だって6ヶ月以上海外にいたら、まあそうです。合法的に税金払う必要ありませんので。そうか、6ヶ月以上や。僕ダメですわ、そやから。僕はもうそれをやろうと思ったらマックスやっぱり2ヶ月ぐらいしかいませんもん。そうなんですか。そうなんですか。もっといらっしゃるのかと思ってました。いやだってほぼそれの往復ですよ。で日本に1週間10日いて、で戻ってきて1ヶ月2ヶ月いて、でまた日本戻って、それの繰り返し。ずっとそれの繰り返し。トータルでは日本の方が多いんですか。いやいや、もう海外の方が多い。海外の方が多いんでしょう。ただフィリピンだけじゃなしに、フィリピンからインドネシア飛んだりタイ飛んだり台湾飛んだり、それは全然構わないです。問題ない。日本に6ヶ月以上いなければ、続きじゃなしに、それ関係ないです。関係ないです。細切れでも合わせて6ヶ月以上いなければ、そうなんです。いませんよ、僕はね。住所を海外に移して、私は税金払いませんね。それでいけるんですよ。それってね、与沢なんちゃら翼さんね。翼さんが住所を変更してドバイに行って、あれからなんか法律が変わって、そういうふうに住民票を移動するときは日本の株やもその時の時価でちゃんと税金を払ってからしなさいみたいになんかなったとかなんとかって聞いて、そうなんですかってなって、それはそうかもしれませんね。確かそうなったような気がしますね。それがもう何年かな、3年か4年ぐらい前やから、だから今やってもそれやったらもうその時に先に税金払うことになりますよって言われて、そうなんや、ほなできへんねやっていう感じで。だから僕は全部クリアしました。ただし会社の所有物は残してます。日本に会社の本社として置いてる家はあります。なるほど。で会社に貸し付けたらいいんですよ。自分名義で会社に貸し付けて、会社は実は赤字経営ですと。最低の7万5千年間7万5千円でしたっけだけ払いますと。それが一番いいんですよ。その辺の知識はあんまりもう税金払うばっかりですよ。日本でもそうやし。そうでしょうね。そこのところはちょっとだけ勉強しました。いかにしてこの何ですか、重税から逃れるか。いやほんまね、ちょっと日本は税金払うために働いたみたいなもんですからね。そうですよね、完全にそうですよね。まさかこんな話になるとは俺今後もほな今のみたいな感じで行ったり来たりでビジネスもされながら、ビジネスもしながら、素晴らしい。将来どうなるかわからないですけどね、うちの奥さんもう余裕ですよね。カマリネッサー出身で、カマリネッサーに土地買って家建ててアパート経営しようっていうもんで。いや、それは正解ですよね。また奥さんの名義になるよね。そうです、そっちは。でもいいですよね、それで。
彼女の両親というか、お父さんはいないんですけど、お母さんはそういうビジネスされてるんで、賃貸業されてるんですよ。そうなんはい。いえ、すごいですね。まあ3つ持ってるだけですけどね。でもパンデミックの時になんか1つ売っちゃったとか言ってましたね。みんなやられてる方はやられてるんですね、フィリピンでもね。不動産やってる人はやってるし。だからピン中の人って、だいたい KTV で会うじゃないですか。ああいう人たちだいたい低変層の人ですよね。まあ多いですよね。低変層の人っていうのは無理ですよね。なかなかですけど、ちょっと合わないですよね。言うとあれなんですけど、あんまり知恵も出てこないですよね。そのなんていうか生き抜く力が、あんまり言うとあれですけど、生き抜く知恵がやっぱりちょっと搾取することしか考えてないですよね。僕のビジネスパートナーフィリピンの言ったらやっぱりいろんな知恵やアドバイスくれますね。そのためになるほどなって、やっぱりそういうなんていうかね、ビジネスされてる人はフィリピンでもやっぱりすごいな言うて、僕はもう単純にあれですよ。フィリピンでももう人に恵まれてるだけですわ。会社、東南アジアいろいろありますけど、インドネシア、マレーシアもタイも、台湾もアメリカも全部人に恵まれてるないうだけで、いやまさかこんな話になるとは今でね、金子先輩にも言いましたけど、フィリピンでこう移住生活を、これからする人、する人のためとか、今やされてる方にとってこうなんかアドバイス的なんてあったら、やっぱり自分の将来の目標をはっきり持って、移住してこないと、頓挫するでしょうね。こんなはずじゃなかったになってしまうと思いますよね。だからお試し移住を、自分のしたいところでやってみて、でそれから決めるっていう具合にしないといけないですね。あと資金面でのバックグラウンドがないと厳しいですよね。いくら海外で物が安いって言ったって、自分のインフラを整えるのに結構お金かかりますからね、初期費用かかりますからね。だからお試しだったらまだそれも必要ないので、お試しを経験して、果たしてここのフィリピンや他の海外で行けるのかどうかですね。それは健康維持もあるし、食事もあるし、そうですよね。病院もあるし、フィットするかしないか。そうですね。私は病院は日本に会社置いてますから、実は日本の健康保険持ってるんですよ。なるほど。グレーなところですけどね。なるほど。何かあった時のために、病気はもう食事で全部コントロールできますけど、事故とかはどうしようもないじゃないですか。こればっかりは分からないので、だから一応健康保険は保険のために持ってますけどね。そういうことをやって、まずはお試し移住からスタートして、そうですね。本当にいけるのかどうか、合うのか。だからかなり以前から、10年ぐらい前から計画してやらないと、行き当たりばったりでやってこんなはずじゃなかったが結構多いですよね。貯めとった金や資金も全部なくなってもだと。そうですよね。また働き始めたら、でももう定職は無理やとかね。女につぎ込んだとかね。持っていかれたとか、お金貸してって親戚からみんな言われて貸したらなくなったとか、舞い上がってね。で帰ってこうへんなんだ言うてね、もうよう聞く話ですから。よう聞く話ですよね。あと最後にカルボ先輩にも同じくみんなに聞いてるんですけど、座右の銘的な何かありますか？座右の銘はね、もう自分の人生でずっと持ち続けるんですけど、自分で見よ、自分で考えよ、自分らしく生きよ。正岡子規の言葉です。自分で見ろ、自分で見よ、自分で考えろ、はい、自分らしく生きよ。自分らしく生きよ。
これが、正岡子規が言った言葉です。それがその私の通りですね。いやいや、もうその通りです。座右の銘です。やっぱり自分で見ないで、そうですね、人が言ったからとか、ね、そうです、そうなんかみんながやってるから大丈夫かな。そうフィリピン特にそれめっちゃ重要ですよ。自分で目で見るってやっとるかやってる言うてやったらできてないやんってこうなりますからね。そうですね、フィリピンそれ繰り返しめっちゃ多いですよ。そうですよね、そうです。だからなるほど、自分でチェックしないとダメですよ、絶対。ほんまそうです。間違ってるけど必ずありますからね。まあ移住されてるなぎさんに、今日はねインタビューということでちょっといろんな経済の話からね為替の話からいろんな話に発展しましたけど、いやもうめっちゃ勉強になります。ありがとうございます。本当にお粗末でした。こんな感じでまだまだ勉強中ですけど、また何かありましたらよろしくお願いします。もしかしたら深く入っていってフィリピンのここのことをもっと教えてくれみたいなのあったらねまたインタビュー行きますわ。ダバオでした今。バギオです。ダバギオでした。バギオ行こうかな。バギオは15度から25度ですから、ね、いいですよね。夏場いいですよね。年間15度、年間通して15度から25度なんですよ。いつとこ春。そういやほんま。あと野菜が新鮮ですよね。そうです。それも大事なんです。それほんま思いました。健康に生きるために必要なものはやっぱり野菜なんですよ。いやほんまそれはすごい思いました。タバコ吸わなくていいでしょ。タバコがダメでしょあそこは。あ、そうなんですか。もうカルボ先輩が言ってて、あそこ行ったらもうストレスやって。いずれにせよ吸わないからいいです。タバコ。そういえば吸ってる人いないですね。だから持って行ったタバコは吸えるけども、もうなくなったら買われへんから。そういうの売ってないし吸われないし、いいですね。市長がベンジャミン・マガロン市長って厳しい人なんですよ。野菜はね日本と変わらないぐらいありますね。ごぼうがないぐらい、ごぼうにレンコンがないぐらいかな。そうですか。その代わりヤーコンっていう別の野菜ありますしね。ヤーコンはあれか、長芋、とろろ芋みたいなもんだから、ヤーコンの代わりはそれぐらいかな。僕バギオの野菜売り場を見て回るのがすごいですね。楽しみなんですよ。めちゃめちゃありますよね。で、今日はこれが入荷してるなーっていうのがわーっと見たら分かるんですよ。いやほんで安いでしょ。だって日本のじゃない、こっちのフィリピンのマニラのスーパー行ったらもうなんかもう色が黒なったような野菜で値段はめっちゃ高いし、あれをバギオで見たらもうめっちゃ新鮮やんってこうでこれでこんだけ安いのみたいなね、びっくりしました。あれ一回しか言ってないやつ。おまけにね、傷んでるというか傷物ってあるんですよね。それも本当の価格の5分の1ぐらいで売られてますからね。だからそういう野菜を買ってきて食べるのが自分の健康維持です。長生きな秘訣ですね。長くなってしまいましたけど、ありがとうございます。本当にまた何かありましたらいいタイミングですけど、多分めっちゃ勉強になりますわ。全く今までなんていうかな、僕のフィリピンの友達でこう話したりね、いろんな諸先輩方や友達と話してましたけど、なかなかまた別のアングルで見られてるないうのすごい。僕は120まで生きるのを目標にしているので、そのためにどうするかということを考えないといけないんで、その具体的な策がなしで気合だけで生きるみたいな人が結構多いですからね。いやほんま気合では無理なんで、そのためにどうするかということを考えたときにやっぱり健康は一番大事ですよね。毎年血液チェックは全部してますから、ちょっとでも悪いとこあったら何が問題だってどういうものを食べたからどういう理由があったのかっていうのをすごい考えます。果物でもね、いい果物とね悪い果物あるんですよ。そうなんですか。悪いというか糖質が多い果物は良くないです。だから特に食べるのはバナナとかベリー類。そうなんですか。バギオってイチゴ有名でしょ。ブルーベリー、ストロベリーはバギオいっぱい取れるんで。ブルーベリー、ストロベリーはいいんですか。いいです。なるほど。とかグヤバーノ。
とか、あとパパイヤ、あパパイヤもいいね。あとドラゴンフルーツ、あドラゴンフルーツそれと何ですか、ジャックフルーツ、あれもいいです。マランってご存知ですか？マランってどんな？マランってドリアンとよく似た外形してるんですけど、ドリアンではないですよ。ドリアンもいいですよね。タンパク質多いから。あ、そうですか。ドリアン食ったら頭痛くなるんです。あとアボカドとかね。アボカドね、うまいですね。良い果物と悪い果物、スイカもいいですよね。スイカも。ほとんどいいんですけど、あまり甘すぎる果物は糖質が多いんで。マンゴーどうなんですか、マンゴー。マンゴー実はあまり良くない。あまり良くない。バナナはいいです。バナナは OK。バナナはいいです。たま肉は肉食うのはどうなんですか？肉はね、動物性タンパクなんでいいんですけど、食物連鎖といって、なんで育てられたかというのが大事ですよね。結局GMO なんかで作られた穀物を食べて育てるとか、人工飼料とか、もっと悪いのはホルモンを投与されて早く太らせる豚とかね、牛とか早く太らせて早く出荷して、そういうホルモン成長剤を投与されて育ったものを食べたものが多いじゃないですか。だから養殖がダメなのはそこなんですよ。養殖された肉や魚は私は極力避けてます。食べるにはいいけども、そこがええもんね。食物連鎖が考えて。私が入院した時にいただいた言葉ほんまあれちょっと残しておかなきゃいけませんね。ありがとうございました。ほなちょっと長なりましたけど、ありがとうございました。ちょっと今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。徹夜ナギーさんでしたということで、プエルトガル後ろがねホワイトビーチ、そこからのインタビューでした。ありがとうございます。ホワイトビーチの前で夜のホワイトビーチもこんなええ感じのカフェがあるのよ、ホワイトビーチね。そうですね。いやこのおしゃれな、こっちはホテルか。いやいろいろとこう、これ中国やな。